ロードの速い武器の攻防打ちの SE は効いてて心地いいのだ。壁蹴りミスした。早く距離を取らないとまずい。こんなことにならないように今回は ACVD の特殊兵器リブの攻略解説なのだ。オーバードウェポン、知らない武器なのだ。まずはサクッとアセンの解説。武器は初期ライコと RFA130、貫通できて弾数豊富、さらに射撃精度が高いから当たり判定の小さいリブの相手にちょうどいいのだ。頭部は妨害性能が高いもの、今回は死人頭にしたのだ。ジャマーミサイルによって鬼のように起動ジャマーがばらまかれるから高いに越したことはないのだ。論より証拠ということで減少なのだ。まず死人頭を装備した時、起動ジャマーの影響下でもスムーズに動けるのだ。こっちは大妨害性能の低い改造秒頭、めちゃくちゃ遅い。ハイブーストでジャマー範囲内へ出ればいいけどジャマーで EN 出力も低下するので最悪 EN キレで動けなくなるのだ。こんな感じに次にコア、リブの武装がレーザーだらけだから DE コアがおすすめ。とりあえず見た目で死人コアを選択。腕も何でもいいのだ。今回は射撃安定性能が高くて消費 EN が少ない誇張モデル2を使用。足も何でもいいのだ。個人的には速い方が好みなので低に。ある程度距離を取って戦うので FCS は長距離型がおすすめなのだ。ライフルの威力減衰距離を考慮して 350fcs を選択。ジェネレーター選びは難しいのだ。さっき言ったようにジャマーの EN 出力妨害があるから耐性の高いものを選びたい。かといって元の出力も軽視できないのでバランスのいい GA127。バイタルやスズムシみたいな低容量高出力型は一瞬ですっからかんになるので避けた方がいいのだ。ブースターは出力と燃費を両立してる高加速型がおすすめ。敵の位置が分かりやすいからリコン外してもいいかも。話が長くなった。始めようか。じゃあよろしく。未確認兵器、通称リブ。ユーザーの人が勝てない相手を作ろうがコンセプトになっている敵なのだ。意味がわからないのだ。メインシステム、戦闘モードを起動するのだ。中の人のサイズは3から4メーターぐらい。周囲のユニット含めても AC とどっこいなのだ。AP は20万で特殊兵器の中では低めなのだ。防御値は全属性戦に150。特殊兵器の天敵であるオートキャノン先生が貫通するけど威力減衰や射撃安定率の低さを考えると使いづらそう。武装はレーザーキャノンとレーザーライフル、ジャマーミサイルにグレード。レーザーライフル以外は全部注意すべき武器なのだ。まずジャマーミサイル、着弾した後の青い光の玉全部起動ジャマーなのだ。大妨害性能の高い頭部のおかげで問題なく動けるけど EN 出力低下が嫌だからハイブーストでさっさと範囲外へ出るのだ。左側のムーブメントエラーが消えたら OK。 あとは極力 EN 使わないようにするのだ。時間経過で飛び上がって距離を取ってくるのでこの間に EN 回復。今回は慣れてきたから2にしたけど早く動けて DE 走行が確保できる機動銃になんかもいいかもしれないのだ。エマキット君の次にレーザーキャノン。レーザーライフルと一緒に撃ってくるから分かりにくいけど太くて戦場のエフェクトが出てるやつなのだ。DE 属性霊力は2万。ウルティー12で一発大体4000ダメージ。この機体だと1万ちょっとくらい。DE 盾でも一発2センチ速で4発もらったら盾割れるのだ。リブが紫に光ったタイミングで撃ってくるから一発目はハイブーストであとは通常ブーストで横方向に移動して回避。通常ブーストだけでも避けれるけど微妙に追尾するからハイブーストを付加した方が安心なのだ。レディーインボルテックスは通称でプログラム内部からは天使を意味する名前らしきものが確認されているのだ。だからゾディアックのアンジーとのつながりが公式の資料集で見わされてる。見合いに間に合えばゾディアックと絡めた考察動画が見たいのだ。多分間に合わないのだ。撃破完了。最後にブレードについて。周囲のユニットを連結してレーザーブレードにするかっこいい攻撃なのだ。でもこれ食らうときは死の直前だからそんなのんきなことは言ってられないのだ。無属性でこっちの防御値に関係なく最大3万ダメージ。これの対策はブレードを増やせない、一定以上の距離を保つことなのだ。 350fcs でロックできるギリギリの距離を保つイメージでいいのだ。距離が詰まってきたとか EN がなくなってきたときは
兵物に隠れるのだ。そうするとリブが飛び上がって距離を取ってくれるから立て直せるのだ。補足、攻撃力が一定より高い武器は到達前に撃ち落とされるらしいからダメなのだ。全く通らないわけじゃないがシュスみたいに迎撃率が設定されてるのかな。近づいてみるためにレーザーブレード使ってみるのだ。この位置なら切れるのだ。あれ、結構自信があったけど当たってなかったのかな。もう一回なのだ。何かおかしい。スローで見るのだ。こっちのブレードを振って。リブから緑色の粒子が出てブレードの刀身が消されてるのだ。さっきのスナイパーライフルを消したのもこれかな。別の動画で見てみても同じく刀身が消えてるのだ。月光だとなぜか刀身は消されなかったのだ。実体験なら消せないでしょってことで僕も担いでいくのだ。当たったのだ。飛行回数が少ないから単なる迎撃漏れの可能性もあるけど、とりあえずよし。コメントで教えていただけると嬉しいのだ。ちなみに蹴りに対してはバッチリ緑の粒子出してきたのだ。攻略解説はここまでで雑なおまけコーナーなのだ。リブの激ハボに人の声のようなものが聞こえるということで検証なのだ。なんかそれっぽいのが聞こえる。爆発音とかノイズを除去してもう一度。別の撃破音声でも念のため確認。すごく不気味。個人的には助けてよって聞こえるのだ。ACVD プロデューサーの鍋島さんはこの音声についてコメントしてて、ご判断はご自由にとのことだったのでどう聞こえたかコメントもらえると嬉しいのだ。初見はめちゃくちゃ難しく感じても対策を考えて線を組むとしっかり倒せる。AC の面白さを凝縮したような戦ってて達成感のある敵なのだ。残念なのは挑戦のハードルが少し高いこと。ということで AC6 にまだ間に合う。今から始める特殊兵器講座。ここからは特殊兵器と戦うにはどうすればいいかをお届けするのだ。一つ目はバーディクト王の終戦を待ってボス祭りに参加する。終戦後1時間はマップ上に特殊兵器が現れて戦い放題になるのだ。シルエットだけだと分かりにくいかもしれないからこんな感じなのだ。問題は日時。1シーズン6日だから基本的にその周期でしかやれないのだ。ここから VD の人口が急激に増えて早く終戦する可能性もあるから、あまり信用しすぎない。間違いや更新あれば VI の発売まではフォローするのだ。もう一つはキス。人がいない時に特別出撃をするのだ。まずは勢力選択。戦いたい敵のいる勢力以外を選ぶのだ。今回はリブと戦いたいのでベニで以外。勢力選択したら通常出撃をしてポイントを貯めるのだ。計6回成功したら特別出撃が可能になるのだ。チームランクの下のバーで回数は確認可能。早速特別出撃なのだ。その前に少し出撃条件変更。リブのいる場所を支配する勢力を対戦相手に選択。今回はベニレなのだ。勢力選択することで特殊兵器の絞り込みが可能。今回はリブか X シアのどちらかになるのだ。 EGF だったらスカベンジャーかマザーウィル。シーズンごとに勢力の支配地域が変わるので要注意なのだ。あとはマッチングしないことを祈りつつ出撃。運よく狙い通りリブとマッチングしたのだ。敵を選べない。人とマッチングする時間帯にはできないことがこの方法の欠点なのだ。5番は現状加速素だからいつでもやりたい放題なのだ。あとは前にバーディクト王中にマップ上に現れるらしいけど狙っては無理だから今回は省くのだ。以上では不惑特殊兵器講座終わりなのだ。ご視聴ありがとうなのだ。では皆さん楽しい傭兵ライフを。